だからこそ別にフィードバックないわけですよ。あなたの成長に興味ないから。だからそれこそ仕事ってお金を稼ぐためだけのものだ。自分の評価、報酬がとにかく一番だ。思っちゃってる上司に当たった時って嫌じゃないですか。こんにちは、モンジです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくりや育成などの内容を配信しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい。じゃあ今日はちょっと僕の会社はいろいろ問題が噴出するんですけど。トラブルのデパートですね。ちょっと最近ですね、僕の会社のチームのちょっと雰囲気が少しちょっと重いなと思ってて、メンバーのモチベーションもちょっと下がってるように感じるんですね。不幸せな職場だったりとか、チームの特徴って具体的にどういったのがあるのかなと思って、メンバーのみんながここの会社成長しないなみたいな感じでこう思われたら嫌だなみたいなところもあって、ちょっと結構危機感を覚えてるんですね。具体的ななんかこう不幸せな職場の特徴みたいなのを教えていただけるとなんですかね、メンバーが重苦しい雰囲気あります。別に全然そんなの不幸せと全く関係ないと思うんですけどね。あ、そうですか。時間軸があるじゃないですか。はい。それがね、10年間、20年間続いてますって言ったらマジやべえなと思いますけど、時には別にそんなのは別にありますよね、みたいな。ああ、そんな重く捉えなくても。まあそういうなんかこう答えがないというか、意見じゃないですか。重いなと思うとか。そうですね。下がっているように感じますとか。意見なんで、はい。まあなんか事実としてじゃあそれがどう影響出てますかっていうのが、はい。ちゃんとわからない限りは、なんかあんまり掘ってもしょうがない気がしますからね。なるほど。極論、業績出てれば、はい、出ればいいですよ。だって業績出たら、多分みんなも前向きとか明るくなってきたりとかするはずなんで、そもそもリーダーからね。はい、だいたい業績悪い時とかはそうなりますよ。なので、僕が思うその不幸せな職場とかチームっていう観点からすると、一つはやっぱり考え方、はい、姿勢思考が良くない会社、またはそういう社長が経営する会社、一つ目そうですね。具体的に考え方が良くないっていうのはどういう会社のその考え方、思考姿勢がっていう話になると、なんだろうな、わかりやすく言ったら会社の人間性みたいな。会社の人間性。社会的にとか多分そういう感じになってくると思うんですけど、はい、例えばですけど、お金を稼ぐためだけの会社。要は理念とか目的がない。なるほど。社会的意義がない。まあこれはね、でも、いや、うちは目的あるんでとか、理念あるんでとかって言われますけど、お飾りた件だったらそうなりますよね。結構トップの方針って大事だなと思うんで、大きかろうが小さかろうが、やっぱトップの方針が金稼げればいいよとか、だとやっぱり良くないかなと思いますよね。それが何に出てくるかっていうと、会社自体の存在意義、なぜこの会社あるのかとか、何のためにこの会社頑張ってるのかってないじゃないですか。個人でやってもそうですけど、目的とか目標がない人ってやばいし、会社自体もやばすぎますよね。何のために本当に働いてるのって言ったら、目の前の生活費稼ぐためだけに会社は存在するんですよね。もっと聞くと、社長とかの目の前の生活費とか有効費を稼ぐために会社があるんですって言われちゃったら、そこで働いている従業員としてはなかなかそうですね。辛いっすよね。結局そういう会社ってやっぱ外発的なことばっかりやりますよね。なるほど。給料と福利厚生だけガンガンやるみたいな。なんか言い方悪く言うと、お客様には安けりゃ売れるんだろう。給料高けりゃ来んだろうみたいなスタイル。物理はそうかもしれないですけど、それを割り切りすぎちゃってると、他のことは別にどうでもいいみたいになっちゃうんで、とにかく安く売って高く給料出せば来んだろうみたいな。そうすると平気で人が来るときは給料下げていくし、人が来ないときはどんどん給料上げるし、需要と供給みたいな感じでしか見られてないみたいな感じになっちゃうと。それはちょっとそうですね、僕は従業員だったら不幸せかな。まあでも、一時働く分にはいいかもしれないですけどね。一時そういう会社とかそういう考え方もあるんだっていう勉強としては。でもずっと働き続けるのはないですよ。っていうのが一つ目かな。やっぱりその人って環境によって染まってっちゃうんで、だから親と子の原理と一緒で、子は親の鏡って言いますけど、似ていくじゃないですか。もうそもそも価値観が植え付けられてるからだと思うんですけど、親をずっと見てるからと思うんですけど、会社とか上司とか結構やっぱ周りも一緒で、そういう会社にずっといると自分自身も、だからそれこそ仕事ってお金を稼ぐためだけのもんだ。
みたいな、やっぱりこう考え方にね、なんか染まってっちゃいますよね。ちょっとずつ影響されちゃいますよね。なるほど。二つ目は、僕の言い方で言うと熱意、努力とか行動がない上司とか、そういう従業員が多数を占める会社とかチーム。これもかわいそうだなと思うんですよね。ここはちょっと当てはまってるかもしれない。だからそもそも上司としてじゃなくて、上司という A さんが自分のためだけの自分の評価、報酬が一番。自分がマイナスにならなければいいとか、自分が問題を起こさなければいい、当たりされなければいい。自分の評価、報酬がとにかく一番だと思っちゃってる上司に当たった時って嫌じゃないですか。最悪ですね。そういう先輩も嫌じゃないですか。周りのメンバーが私はお金を稼ぐためだけに働きに来てるんで別にそれなこと興味ありませんみたいな人が、自分の周りの過半数を占めても嫌じゃないですか。そういう人がだからマジョリティを占めてたりしたら嫌ですよね。不幸せですね、それは。だからこそ別にフィードバックないわけですよ。あなたの成長に興味ないからと。別に強み弱みを把握する必要ない。あなたの評価は私にとってどうでもいいから。だから僕会社で言ってるのはマネージャーに、マネージャーの仕事っていうと部下を成長させ、最大限の成果を出すこと、そのチームでとか部門で、これだよね究極って思うんですけど、でも上司がいや別に最大限の成果出したらまた来年予算上げられちゃうからとりあえず罰がつかなきゃいいんだよここはと言ってるような上司はもう僕は絶対嫌ですよね。そうですね。間違いない。なので大きく言ったらその2つですかね。考え方、思考姿勢が良くない会社とか、そういう社長の会社。2つ目は熱意、努力とか行動がない上司とか、そういう人が多数いる会社、チーム。これはちょっと不幸せだし、不幸せになる要素満載ですよね。そういう会社って個人単位でもやっぱ成長はしないですかね、人としてというか。しないですよね。だってそこに興味ないじゃないですか。別に人の成長があったところで、別に会社の売上や利益が上がるかって言われたら多分言わなきゃないと、その人たちは思ってるので、そんなところにお金の時間も使うのも嫌だし、話すのすらそもそも嫌だし、そもそもそんな会話できないですし。なるほど、なるほど。ただ例えば一人の人の人生というか、一人の人間、例えばじゃあ A さんなら A さんって考えたときに、A さんの一生を考えてみると、そういう会社とかに間違えて入ってしまったとしても、経験としては別にプラスですよね。長く働いたらちょっと不幸せかもしれないですけど、入っちゃったんであれば、それはそれで自分の気づきとか学びとか経験としてはって考えたら不幸せじゃないですよね。そこでずっと一生働けってやったら不幸せかもしれないです。なんか僕の今の職場で言うと考え方とか思考は良くないというか、明確なビジョンはあるんですよ。なんですけど確かにやっぱこう熱意っていう意味ではあんまりこう高いモチベーションの人はやっぱ少ないかもしれないですね。でもそういうところで不幸せって僕が感じちゃってるだけなのか、そこはちょっとやっぱ明確には分かってないんですけど、でも職場の空気は重いんですよ。なんか別に空気が重いは正直僕からしたらどうでもいいですよね。なるほど。だって別にそれってだから重いから結果が出ないんだったら重要ですけど、重いから結果が出る出ないには本来関係ないじゃないですか。重いからなんだって話なんで、空気の話なのか、その空気が一番の課題なのか、重いからなんなのって話がやっぱあるんで、重いことが仮に原因だと、思えるんであればじゃあその思いの解決に行動したらいいだろうし、でもそのやっぱ空気感が要因で、なんか僕自身もこう成長できない気がしてて。いやー、ちょっと全くもって意味不明ですけどね。一個だけちょっと言いたいこと言うと、こういうテーマになると、成長しない会社がとか、このチーム成長自分ができないよとかってなんか言う人とかいると思うんですけど、正直これちょっとイラッとするんですよ。なんでかっていうと、別にじゃあ今すぐやめりゃいいじゃんと。それで話終わりだよと思いますし、極論自分が成長するかしないかは他人から与えられるものではないですよと。自分が見出すものですと。あくまでもその会社やチームにおいて成長の手前にある気づきとか、機会とかが多いか少ないかの話じゃないんですかと。なるほど。だから別に言い方だけど超ブラックな会社行こうが超ホワイトな会社行こうが気づきと機会があるかどうかだけなんですよ。
だからブラックな会社行っても学ぶことは実はあるんですよ。で、機会ももしかしたらブラックだからこそあるかもしれない。ホワイトな会社に行っても気づくことも機会もありますよねと。だからここでは別にどっちが自分の成長においていい会社かなんか知らんすよ。どっちがいいもないんでこれだけだった。でも例えば最近であるホワイトすぎて成長機会がないっつってやめてまさにそういうことですよ。ホワイトだからブラックだからじゃないんですよ。ホワイトだろうがなんだろうが機会提供がないとか気づきがないからここは自分にとって成長できないかもってやめていく人がいるわけじゃないですか。はい。極論言うと成長するかしないかは自分次第です。うん。ただあくまでも会社とかチームで多少要素があるとしたら気づきとか気づきの数、質、量と質、そして機会の量と質、これが多いか少ないかだけですよね。これすらも下手したら自分の考え方とか姿勢、態度、行動によって気づかないこともあるわけですよ。自分が成長するかしないかっていうのはそもそも自分次第だっていうことをまず意識する前提じゃないとダメですよ。そっからじゃないと始まらないんですよ。なるほど。いつまで経っても自分の成長を他人の外部的要因にするものだとしてたら、成長しないですよね。だからいつも言うんですけど、成長できる会社が成長できない会社じゃなくて、もうちょっと因数分解すると気づきとか機会がある会社なのかない会社なのか、多い会社なのか少ない会社なのかっていうのをやっぱり考えて選ぶというか考えるべきだろうと思うんですよね。なるほど。でも確かにそこの視点で見るとそういう意味でやっぱり不幸せではないのかもしれないですね。そういう気づきとか機会とかっていうのを自分で見出すことができれば、ありがとうございます。不幸せな職場やチームの特徴ということでしたが、はい、僕は主に2つ。1つは考え方、思考姿勢が良くないと思う会社。そしてそういう社長が経営する会社。2つ目は熱意、努力とか行動、そういったものがない上司、従業員が多い会社、チーム、そういうところが僕的にはちょっと不幸せかなと思います。ありがとうございます。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをいただけると大変嬉しいです。皆様からいただくいいねやコメントが大変励みになります。よろしくお願いします。